前にお姉ちゃんのスキンケア教えてほしいって言ってたじゃん。今暇だったらどう？今？じゃあ今やろっか一緒に。そしたら、まずはクレンジングなんだけど、クレンジングはいつもだいたい3つ使ってて、1つ目がこれ。マニャのピュアクレンジングオイル。これは、もうね、5年以上リピートしてる。油脂系クレンジングの中では結構安くていいんだよね。油脂系クレンジングは毛穴の詰まりを防いでくれるから、お姉ちゃんは油脂系クレンジング使うようにしてる。これか。あと、最近ピュアクレンジングオイルのディープクリーンっていう本があって、こっちもね買ってみた。こっちの方が塗った感じはサラサラしてる。こっちの方が濃いメイクに向いてるらしい。確かにこっちはね、すごいちゃんとメイクしたいとかはちょっと落ちづらいかな。だからしっかりめの方にはこっちのディープの方を使うか、それかシウエムラのサクルクレンジングオイル。これも濃い日とかは使うかな。これを使った後はすっごい肌触りがふわふわになる。シウエムラは結構いろんな種類のクレンジングあると思うんだけど、この桜が一番さっぱり系な仕上がりになるらしい。お姉ちゃんはこの3種類を使ってるね。で、これはね、だいたい朝に使う。朝も寝てる間に皮脂が酸化しちゃうから、これでワンプッシュして軽く、ちょっと鼻とか、頬の内側とか、おでこ、お顎を中心に使うね。最近夜はもうこっちを使う。メイクしてない、だいたい毎日メイクしてないけど、ワンプッシュして軽くやるかな。今日は、お姉ちゃんが一番使ってるこれを使おうかな。ピュアクレンジングオイル。じゃあこれを塗っていくね。まずは乾いた状態でちゃんと塗ってって、くる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 優しく、赤ちゃんの肌触るみたいに優しくね。で、しっかりメイクと馴染んだなって思ったら、ここでお水をちょっとつけて、で、乳化させていくのね。一気に水で流しちゃうんじゃなくて、ちょっとお水つけて、で、くるくるするっていう乳化っていう作業がね、大事だから、これをして、で、できたら、洗い流す。じゃあ、はい。そしたら次は洗顔なんだけど、これもね、もう多分5年くらい使ってるかな。サンソリッドのス
キンビールバーティートリー。これはネットでも買えるし、あとは美容皮膚科とかでも売ってる。色がね、4つあって、この赤いティートリーっていうのがニキビをね、抑えてくれる効果があるんだよね。で、これはね、これはすごく溶けやすいから、お風呂場とかに置いておくとなくなっちゃうから、お姉ちゃんはピーラーとかで削って、こういう、ちょっと汚くてごめんね。削って、で、こういう瓶にね、こういう感じで細かくして入れといて、で、使うようにしてる。これは、この1個で2750円なんだけど、でも、ちゃんと小さくして使っていけば全然減らないから、すごいコスパいいと思う。で、これをね、泡立てネットでね、こうやってやって塗っていくんだけど、今のが夜で、朝は、セラビールスティームワッシュクリアリーっていう。これは、まあおかじゃなくても肌にも使えるんだけどね。和之助先生が出してるスキンケアブランドの洗顔料。マイルドで肌でしなくて、朝に使うのにちょうどいい。お姉ちゃんは、もう和之助先生の動画見ていつもいっぱい買ってる。朝はこっちだね。今日はこっち使ってこう夜だからね。これを泡立てて塗ってくね。これ泡をね、乗せて、ポンポン乗せて、で、乗せたのは1分から3分くらい待つと、このピーリング効果がある洗顔料だから、ここすらずにちゃんと角質が除去できるっていう洗顔料。じゃあ、落としていくね。ちょっと水で落とすと、つるって感じだよね。毛穴？お花の毛穴のケアなんだけど、いつもお風呂に湯船に浸かってる時に、この油脂系クレンジングを取って、乾いた状態でね、これを塗って、で、お風呂に湯船に浸かるっていうのをね、毎日やってる。すると、黒ずみ、毛穴が緩和されるとかしてくれるか。置きすぎはね、注意なんだけど、置いて、まあ5分くらいかな。湯船に浸かって、っていうのをやると、ちょっとね、毛穴がね、良くなる。あとは、毛穴ケアだと、ソビーナ IP ポアクレンジングジェルウォッシュ。これすごい牧場みたいに真っ黒なんだけど、これをね、お花に乗せて、使ったりとか、あとは、この、ファンケルのね、酵素洗顔ディープクリア洗顔パウダーっていう。これもね、お肌全体に使うことは姉ちゃんないんだけど、この酵素洗顔をお肌に塗って、で、資生堂のこのファンデーションブラシなんだけどね、これでちょっと鼻をくる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 ってやると、これもね、結構毛
し使ってみようか。じゃあ鼻になるね。ちょんちょんちょん。で、くる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 。くる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 く
くる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 
で、これはくるくるできたら流して、はい。そこまでできたら次は、お化粧水だね。化粧水は白純薬用美白化粧水。これはね、有効成分がトラネキサム酸とアラントニン入ってて、抗炎症作用があるね。しっとりバージョンもあるんだけど、なんかしっとりバージョンで邪魔ではなくて、こっち使って。これはね、敏感肌の人にも結構使えると思う。グリセリンフリー。で、敏感肌もとか、ノンコメドジェニックテスト済み。さっぱりした化粧水だね。じゃあこれ塗ってくね。いくよー。じゅわ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 ー。さっぱりした仕上がりだね。お化粧水が塗れたら次も白純の薬用美白ジェル。こっちも和之助先生の YouTube 見て買った。これはね、結構さっぱりした仕上がりで、本当に油分がないから、だから乾燥肌の人にはちょっと物足りないかも。お姉ちゃんも冬だとこれだけだとね、ちょっと乾燥しちゃった。夏にはぴったりかも。お姉ちゃんは結構敏感肌で肌が荒れやすくて、グリセリンとかが入ってると、ちょっと毎日使ってるとなんか肌荒れてきちゃったりとか、あとビタミン C も肌に塗るやつだとやっぱちょっと刺激性があるから合わなくて、いつもね、できるだけ敏感肌で向けで油分が少ないものを選ぶようにしてる。じゃあこれも塗ってくね。はい。で、それができたらね、もう一つフェイスクリーム。キュレルのシミそばかす予防チアフェイスクリーム。結構やっぱりシミとか予防するんだったら、ビタミン C 塗るのがいいって言われてるけど、やっぱお姉ちゃんはあんまりビタミン C 使うとお肌荒れちゃうから、こっちをね、使うようにして。これで少しでもシミが出てないようになったらいいなって思って。これもね、和之助先生のおすすめで見て買った。じゃあこれも塗ってくね。
ができやすいからね。で、全体のケアはそんな感じで、でね、やっぱ目元はね、汗腺が少なかったりとかして乾燥しちゃうから、このサナのメダカを薬用リンクライクリームホワイト。これをいつも目元になっていく。これ使ってればね、目元も乾燥しないから。はい。チュッ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 
あとは、お花にだけ塗るんだけど、20% ハゼフィットスポッツクリームっていうニキピタっていうところの、これはアゼライン酸だね。アゼライン酸といえばアザクリアが有名かなって思うんだけど、アザクリアはね、なんかちょっとお肌荒れちゃったりする人もいるらしくて、こっちの方がなんか結構使用感がいいっていうのを見たからね、これを買いました。アゼライン酸はとにかく皮脂の分泌を抑えてくれる。ね、これはね、本当に感動したかも。お姉ちゃん本当に鼻の皮脂が本当に出やすくて、で、もう鼻の皮脂量で言ったら、石油になれるって思ってるんだけど、で、本当にそれが悩みで、でも、これをね、使うようになってからは、だいぶ、化粧とかも本当にすぐに鼻だけテカっちゃうみたいな感じだったんだけど、これを使い始めてからだいぶマシになったので、本当にね、とか皮脂に悩んでる人にはおすすめ。使い始めて、朝も夜も使ってるんだけど、使い始めてから、3日目ぐらいから結構効果感じてくると思う。じゃあこれもね、塗っとくね。やっぱね、皮脂が出てると、化粧も崩れちゃうし、それが酸化して黒ずみになったりするからね、抑えたい。はい。で、あとは薬品になっちゃうから、今日は使わないけど、お姉ちゃんはいつもこのディアクとタナチンを皮膚科で処方してもらってる。どっちもニキビを治すためのお薬なんだけど、そう。このビタミン A 系のデュアクってやつはね、割とマイルドな感じで皮むけとかも真っ赤にはなったりしないから、お姉ちゃんは。もうこれをね、ずっと使ってる。同じ皮膚科で出してもらえるビタミン A 系のピーリング作用があるものは、ビビオとかリベリンゲルとかあると思うんだけど、その2つをお姉ちゃん本当に使うと顔がもう真っ赤で痛くて耐えらんないくらいでダメで、ね、このデュアクはそこまでいっぱいつけたいとかしなければ比較的マイルドに使えて、使い続ければそれもねだんだん良くなっていく。もっと肌が慣れてきて、でも普通に皮むけちょっとするなくらいだからね、これ使って、こっちはね普通にできたところに使う用のララジン。まあ医薬品だからおすすめしてるわけじゃないから、ニキビで悩んでる人は普通に皮膚科に行って見てもらって、お医者さんと一緒にね話し合って出してもらってって感じでね。で、スキンケアはそんな感じかな。お姉ちゃんは朝お出かけ、長時間お出かけする日とかはメイク前のパックしてて、モンジョンヨ先生が出してるシートマスク、普通のとちょっと普通のやつと保湿力が高いやつ2つ持ってて、
鼻とか顎とかはこっちのちょっと二つにちぎって貼ったりとかして、ちゃんとしてすると崩れづらくなる。どっちもね、油分はそんなにないから、ちゃんと水分だけ入れてくれるって感じで、これ使うと崩れにくくなるから、これもね、おすすめ。お姉ちゃんのスキンケアはそんな感じかな。お姉ちゃんは本当にね、結構敏感肌でニキビができやすい。あんま乾燥肌よりではないかな。ちょっと年齢もあって乾燥もするようになってきたけど、でもやっぱ、どちらかといえば性肌。でも今はね、多分混合肌っていうのに分類されてて、やっぱね、この汗腺が少ない部分は乾燥するんだけど、お鼻、T ゾーンとかはね、ちょっと維持が出やすいっていう感じで。で、とにかく合わない化粧品とかが多いから、できるだけ敏感肌向けでマイルドな使用感のもの、かつ油分が少ないものを選んで使うようにしてるって感じかな。ねえ、でも肌質ってやっぱ本当に人にあるから、ちょっとでも参考になったらいいなって思うんだけど。またなんか悩みとかあったらさ、一緒に調べたりとかしよう。今日はね、お休みしよう。ね。おやすみ。